沖縄のどの辺がやっぱりそれでもさ、これとこれを買って別の袋にこう詰めてあげたら、そんな一袋ずついるか。お土産ランキング6位。食べた方がいいよ。辛いやん。お母さんこっちから食べた方がいい。言って。こうじゃない普通。あ、まあ半分だもんね。この青大将おとなしい。おとなしい口開けてるんですよ。本当。作ってるって、おじ一さんが人でしてる。一人でカメラマンのここ。カメラマンはここはい。いや、もうちょい行ったとこは綺麗じゃないかな。I know sometimes life can be tough, and you feel like you just had enough. When you're thinking everything is gone wrong, just remember that I'm here to cheer you on. Yeah, I wanna pick you up from the ground, let you know that I'm always around. 'Cause I know we can make it, yes we can make it if we try. Keep on trying. You got it. I believe in you. You got it. I know you got this. You got it. Just keep on trying. You got it. There's been a lot of bumps in the road. Oh yeah. Always carrying that oh so heavy load. When you feel like there's too much on your plate, just call on me, and I'll help you carry some of that weight. I wanna make you understand, let you know that there's always a helping hand. 'Cause I know we can make it, yeah we can make it if we try. Yes we can make it if we try. Keep on trying. You're gonna make it. Got it. I believe in you. Got it. Trying. Keep on trying, girl. Got it. You're gonna make it. Got it. 'Cause I believe in you. Yeah. Just keep on trying. Got to keep on trying. Oh, baby, I believe in you. すごい。
え、これ何時？何時？これ何？何の花かわからん。これは風味綺麗やで。今日の服装はシンゾーンのタンクトップにこの前キアリスっていう古着屋さんで買ったパンツです。平成を思わせるパンツ。小学校の時こういうジャックで膝開きタイプのパンツ持ってました。難しい。難しいな。むずい。左か？鮭、卵黄、梅とサバ、南蛮味噌。南蛮味噌。僕が端っこ2つ。え？鮭、梅とサバ、あ、そうだね。卵黄でしょ。あ、そうだそうだ。また手でいきたいよね。可愛い形してる。卵黄だな。卵黄です。いきます。米うまっ。でも雲は夏って感じ。イタリアミルクとアレンジオレンジですね。ありがとうございます。爆裂男飯や。ありがとう。
から昼寝をして本を読んだりして今6時半です。日が落ちて涼しくなったのでこれから彼と出かけます。着替えました。古着の T シャツにパンツは朝と一緒で古着のミニバッグ、ヘルメットかぶって自転車で行ってきます。線路のとこから行くか。乗ってる意味あんのかなっていう。意外と上がれるね。でも漕いでる意味あるのか。一足だったらまあ登れなくはない。まあ2個買っとくか。早い方がねいいですからね、こっちも買ってみる。そうしようか。はい。あそこにガチャあり。見えねこれ売り切れてたやつだ。あと4つぐらいしかない。これやらなくて後悔したやつ。ミニ湯飲み。再販になってるわ。結構入ってるよ。ね、再販だよな。これはやりますね。黄色だ。黄色だ。てか結構でかくないこれ。あら。大きい。大きいね。ちゃんとしてる。すごいよ。すごいちゃんとしてる。割れないように。やばい。かわいいまるちゃん。かわいい。めっちゃちゃんとしてる。かわいい。よかったね。これでプリン作ってる人見たことあるのインスタで。いやいいですね。これはいいです。上って行くしかない。2冊買いました。後日ですが蔦屋書店で買ってきた本をご紹介します。2冊買ったんですが、まず1冊目がこちら上出良平さんのハイパーハードボイルドグルメリポートです。これは前から気になっていた本で、第1釣りが2020年3月に発行されてるんですけど、521ページあってこの分厚さなので買うのをためらってたんですけど、毎回本屋さんに行ってはこれをちょっとパラパラっとめくったりしてて、いい加減買った方がいいなと思って購入しました。上出さんはもともとテレビ東京のディレクタープロデューサーさんだった方なんですけど、私はこのハイパーハードボイルドグルメリポートっていう番組、ネットフリかアマプラかコロナ禍前後ぐらいで見たんですけど、その番組が面白いというか興味深いもので、なんて言ったらいいんだ、世界各地の危険な現場や貧困層のやばい飯を通して人間のリアルを描き出すテレビ東京系列の異色のドキュメンタリーグルメ番組である。食べることは生きることをテーマに過酷な環境で何を食べているかを見つめるみたいなことが特徴だと書かれてるんですけど、この上出良平さん自身がいろんな国に行って取材されている様子をまとめた番組の、本なんですけど、上出さんは私が2025年の上半期に読んでよかった本で一番おすすめしたい本として勝手にご紹介したこちらのミッドナイトピッツァクラブの著者の方なんですけど、上出さんの文章は本当に引き込まれる、登場される方々のキャラクターとかがちゃんとこちらにも伝わってくるような文章が本当に面白い方だったので、こちらの方も読んでみたいなと思って購入しました。
もう一冊がレシピ本なんですけど、私が料理において日頃から参考にさせてもらっている上田純子さんの猛暑を乗り切るおつまみおかず80っていうレシピ本を購入しました。私これまでレシピ本を買ったことはなかったんですけど、去年上田さんのレシピ本のこの夏を乗り切る楽ご飯77っていうのを購入して、これに非常にお世話になりまして、本当に簡単で美味しくって自分のレパートリーにないエスニック系だったりとか本当に参考になったので、その後にこちら上田さんの大人のミニマルレシピっていうレシピ本も購入してよく参考にしているんですけど、多分この夏を乗り切る楽ご飯の今年バージョンかなだと思うんですけど、今年の5月に発売されたレシピ本です。夏野菜1種類使ってプラスアルファの気の利いた一皿とか、鶏もも肉、豚バラ、鮭とかを使った肉料理、冷やし蒸しナス、冷やし蒸しキャベツ、冷やしサバ缶などの作り置きメニューとか、レンチンおかずとか、暑い時に食べたくなるレシピがたくさん載っている感じです。冷蔵庫にある食材をこう検索してキャベツ、豚肉レシピとか、それで出てきたものを作ったりとか、あとは日本的な料理、肉じゃが、煮物系とかを作ったりしてたんですけど、自分だけだとレパートリーが偏ってくるというか、引き出しがそもそもないんですけど、こういうレシピ本を買うことによってこれまで実家で食べてきた料理とはまた違う食材の新しい組み合わせとかがあったりするので、この人のレシピ自分の舌に合うなみたいな方が一人見つかると、すごく料理のメニューを考えるっていう手間が一つ減るのかなと思います。ということで今回こちらの2冊を購入してきました。2時前のお昼です。昨日スーパーで安くて買ってきたパプリカと大葉ときゅうり、あとモッツァレラチーズをバジルソースで和えたパスタです。いただきます。もうすぐ9時です。今日はほんとここでずっと仕事をしてて、お昼食べた後も仕事して、晩ご飯食べて、その後動画編集始めて、お風呂入って、最近は夜に洗濯物干して、次の日の午前中には取り込むようにしてるので、もう洗濯物も干してっていう時間を過ごしたんですけど、なんと私明日人生初の人間ドックを受けてきます。
それで夜の9時から明日の午前中の検査を受けるまで何も食べられないので、ここから水だけ摂取するんですけど、胃カメラをやるんですけど、それすごい緊張してて、胃カメラは今まで20代前半の時に一度だけやったんですけど、麻酔がなかったのかめちゃくちゃえずいちゃって、本当にしんどい思いをしたので、もう考えるだけで憂鬱なんですけど、今回は口から入れるんですけど麻酔をするので、気づいたら終わってると思いますというふうには言われてるんですが、なんせ人間ドックが初めてなので、私注射は本当に大丈夫で、刺してる瞬間とか血が抜かれてくのもずっと見てられるんですけど、何がどのタイミングで行われるかわからない医療系のやつって本当に苦手で、だから歯医者さんとかもあんま好きじゃないんですけど、年齢的にも人間ドック受けなきゃいけないなっていう風に思って、やっと覚悟して予約したっていう感じで、フリーランスになって今 7,8 年経つんですけど、会社員だった頃と違って自分で病院を探して健康診断、人間ドックをやらなければいけないんですけど、健康診断でさえも最後にやったのは区の検診で2年前くらいなので、そろそろちゃんとしなきゃなと思って明日受けてきます。明日その午前中に人間ドックを終えたら髪を切ることにしまして、美容室に夕方行ってきます。せっかくここまで伸ばしたからいろいろ悩んでたんですけど、最後はやっぱ衝動的に美容室を予約しちゃって切ってこようと思います。とりあえず明日の人間ドックを乗り越えたいと思います。で、今から動画編集の続きをやります。おはようございます。昨日話した通り、今から人間ドックに行ってきます。人間ドックを終えたら美容室の予約を夕方に入れてるので、それまではカフェで作業したいと思います。今日の服装は古着のワンピースです。スノーピークのリュックを背負って、このホリデーの巾着にハンカチ、ヘアクリップ、日焼け止め、日傘、スマホを入れて持っていきます。今日持っていくハンカチは石川直樹さんの写真がプリントされたハンカチです。それでは行ってきます。先ほど人間ドックを終えました。多分朝一の予約だったからかなり早く終わったんですけど、麻酔をして胃カメラをしたんですけど、意識が戻って目を開けたらもう終わってて、本当体感10分昼寝したんかなぐらいな感じで、その後喉の痛みとかもないし全然痛くなかった。これからお昼を食べて美容室の時間までどっかカフェで作業したいと思います。
長いか。長い気しますよね。ちょっとね、結構印象が違って。確かにちょっとだけ。そうですね。はい。こういうのあるじゃないですか。ああ、はいはいはい。じゃないのかな、やりたいの。あナチュラルすぎないで、デザインがちょっとあった方がいいって感じですよね。あ、はいです。その技はできなそうです。そこで折るんだみたいな。そこかって今思って、ああもう無理だなって思いました。挟みすぎかも。あどうしてるレベル。このニュアンスの感じって、ちょっと映ったりするのでしょう。どうだろうな。映ってたりするかな。これが意外と時間がなってくると、ここがやっぱ跳ねてきて、結構やぼったい感じに、狙ってるやぼったい感じになります。綺麗に切り。さすがです。 There's been a lot of bumps in the road. 自宅に帰ってきました。髪切りました。顔周りに短い毛を作ってもらって、肩下ぐらいの長さまで切りました。美容師さんがせっかくいい感じにセットしてくれたんですけど、風が強くてちょっともう乱れちゃってます。今日もすごい汗かいたんでお風呂入りたいと思います。あれむずいな。ちょっとわかんないな。